100年戦争が長期化する14世紀末、フランス王国は王権の動揺と内戦の裂け目に苦しんでいました。この時代、シャルル6世の王女として生を受けたカトリーヌ・ド・バロワは、王家の血を引くだけの存在では終わりません。彼女の生涯は、イングランド王との政略結婚、フランス王家の動揺、そして新たな王朝の始まりと、国際政治の構造を左右する節目にたびたび姿を現します。なぜ彼女の婚姻が、2つの王国の継承と対立に影響を与えたのか。王女としての選択は、どのように制度と外交、そして後世の評価に結びついていったのか。本校では、さまざまな局面から彼女の人生を読み解き、王権、戦争、制度の交差点に立つ存在としての意味を考察していきます。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、王女誕生と100年戦争下のフランス王国。1401年、カトリーヌ・ド・バロワは、フランス王シャルル6世とその王妃イザ・ボードバビエールの間に生まれた。彼女はバロワ朝に連なる王女としてパリに迎えられ、その存在は王家の安定を象徴する希望の兆しとみなされた。しかし、その誕生は祝福の静寂だけでなく、王国の不安定な政治状況と深く交錯していた。シャルル6世はすでに精神錯乱の発作を繰り返し、国政の中枢は王妃や王族、貴族派閥に委ねられつつあった。特にブルゴーニュ派とアルマニャック派の対立は王宮内の権力闘争を激化させ、王女の誕生さえも党派間の政治的利害の一部として扱われた。当時のフランス社会は、王権神授の理念と現実の統治機構の間で大きく揺れていた。王女は単なる血統の産物ではなく、王朝の正当性と外交の道具として制度的にも法的にも明確な地位を持っていた。すなわち、将来的に隣国との同盟を築くための婚姻対象であり、政略の中核を担う生まれながらの駒であった。実際、当時の婚姻慣行では王女の結婚相手を国王自身が決定し、結婚条約は国家間の正式な協定として法的拘束力を持っていた。こうした背景のもと、周辺諸国もバロワ家の王女に強い関心を寄せていた。とりわけ、100年戦争の相手国であるイングランドにとって、カトリーヌの存在は今後の和平交渉や王位継承問題に直結する要素とみなされていた。彼女の将来の結婚相手によっては、フランス王位の継承権がイングランド王家に移る可能性すらあったからである。神聖ローマ帝国の諸侯やカスティーリャ王国なども、フランス王女の動向を通じて、王国内の権力関係を読み解こうとしていた。一方で、王家の内実に関する民衆の受け止めは冷ややかだった。都市部や地方では徴税と戦乱による生活苦が続き、王族の慶事に対する関心は低下していた。王女の誕生を祝う儀礼は形式的に執り行われたものの、民衆の多くは王家の信頼を失いつつあり、むしろまた一人、国家を浪費する存在が増えたとの皮肉もささやかれていた。それでも、民衆の深層には王家の血統こそが秩序の最後の基盤であるという感覚も根強く残っており、その二重性が王政に対する感情を複雑にしていた。宮廷内部では、カトリーヌの誕生をめぐって王妃イザボーの影響力が増大した。彼女は夫王の病を盾に摂政的地位を確立し、王女を政治資源として用いることに積極的だった。ブルゴーニュ公ジャンムコアはこれに警戒を示し、王女の将来の婚姻をめぐって早くも外交的駆け引きが水面下で始まっていた。カトリーヌは、まだ乳児でありながら、宮廷内の政争の焦点に置かれることとなる。現代の歴史研究においては、こうした王女の制度的役割と、その背後にある王権の機能不全に対する再評価が進んでいる。単なる政略結婚の犠牲者としてではなく、制度と外交を媒介する存在としての能動的側面にも注目が集まっているのである。すなわち、王女の存在そのものが、国家制度の矛盾と限界を映し出す鏡であったという視点が、近年の史学では主流になりつつある。第2章、トロワ条約とイングランド王との婚姻交渉の指導。1415年、
アジャンクールの戦いにおいてイングランド王ヘンリー5世がフランス軍を大破すると、フランス王国はその衝撃から立ち直れないほどの打撃を受けた。すでに精神を病んでいたシャルル6世には統治の能力がなく、実権は王妃イザボーと貴族勢力によって分割されていた。こうした中で王女カトリーヌ・ド・バロワはイングランドとの講和の道具として急速に前傾化する。彼女の婚姻によって両国の和平と王位継承を一体化させる案が浮上したのである。外交の転機となったのは1420年のトロワ条約である。この条約によりヘンリー5世はフランス王シャルル6世の娘であるカトリーヌとの結婚を認められ、同時にシャルル6世の死後にフランス王位を継承することが規定された。つまりこの条約はバロワ朝の正当な血統をヘンリー5世に継がせ、100年戦争に実質的な終止符を打とうとする極めて野心的な枠組みであった。背景には王太子シャルル、後のシャルル7世がアルマニャック派と結びつき、ブルゴーニュ派との内戦を激化させていたことがある。ブルゴーニュ公ジャンヌ・コアの暗殺は決定的な事件となり、その報復としてジャンの子フィリップ全領公がイングランドと結束し、王太子を排除する構図が形成された。王妃イザボーもまた王太子を拝着し、娘カトリーヌの結婚を和平の鍵として認める方向に傾いたのである。周辺諸国はこの条約に複雑な反応を示した。神聖ローマ帝国やナバラ王国などはフランス王位の英仏統合により勢力バランスが崩れることを懸念した。特にスコットランドやアルマニャック派の同調国は強く反発し、王太子シャルルの正当性を支持することで交戦を継続した。フランス国内もまた二分され、北部はイングランドに忠誠を示す一方で、南部では依然として王太子派の支配が続いていた。民衆の感情もまた割れていた。戦争と内乱に疲弊していた都市部では和平に期待を寄せる声が少なくなかったが、一方で敵国の王との婚姻が王国の独立を売り渡す行為だとする批判も根強く残った。特にパリ市民の間ではイングランド軍の駐留と増税政策により不満と警戒が高まりつつあった。制度的にはこの条約は単なる王族間の婚姻ではなく、国家間の条約として法的拘束力を持った。その結果、カトリーヌの結婚は王女の私的選択ではなく、国家の構造的再編に関わる出来事と化した。教皇の承認を必要とする婚姻であり、聖職者による合法性の確認も伴っていた。王位継承の在り方を婚姻によって制度的に再設計した点において、トロワ条約は中世封建国家の限界と可能性を露呈させる転換点であった。関係者の相互評価においては、王妃イザボーがこの結婚に積極的であった一方、シャルル王本人の意思は条約上の形式的承認に過ぎなかった。イングランド側はこれを外交的勝利とし、ブルゴーニュ派は王太子シャルルの除外を歓迎したが、アルマニャック派及び一部の王族は売国的条約として非難を強めた。現代の研究では、この婚姻と条約は単なる講和策ではなく、王権の空白を埋めるために制度的に設計された緊急措置であったという評価がなされている。同時に、それはカトリーヌ自身の意思とは無関係に進められた制度優先の構造であり、女性の主体性が抑圧された典型とも位置づけられる。トロワ条約の限界と失敗は、後の内戦とジャンヌ・ダルク登場を通じて明らかになるが、その契機となったカトリーヌの婚姻には、王国の制度的危機が凝縮されていたのである。第3章、ヘンリー5世の死とカトリーヌの未亡人生活。1422年、イングランド王ヘンリー5世は、遠征先のフランスで疫病に倒れ、わずか34歳でこの世を去った。彼の死は、カトリーヌ・ド・バロワにとってだけでなく、英仏両国の政治体制にとっても深刻な空白をもたらした。トロワ条約によってフランス王位の継承者とされた人物が王となる前に世を去ったため、条約そのものの存続性が疑問視されるようになった。加えて、同年10月にはシャルル6世も没し、両国で同時に王位が空席となるという前代未聞の事態が発生した。この混乱の中で、カトリーヌは一児の母として、わずか数ヶ月のうちにフランス王女、イングランド王妃、
そして未亡人という立場を一気に担うこととなった。彼女の息子ヘンリー6世は生後9ヶ月でイングランド王に即位し、形式上はフランス王位も継承することになる。だが現実には両国の王位継承構造が乖離し、王権の正当性が二重化する危機を迎えた。これは制度上カトリーヌの地位にも直結する問題だった。王妃としての名誉と庇護を保ちつつも、再婚や政治活動に関する厳しい制限が課される立場となったのである。このような背景のもと、イングランド宮廷はカトリーヌの影響力が過度に強まることを恐れ、彼女の動静を厳しく管理した。特に彼女の再婚の可能性については国王顧問団が深く懸念し、1430年に未亡人王妃の再婚は国王と枢密院の許可を要するとの法的規定が制定された。これは明らかにカトリーヌを念頭に置いた制度的措置であり、王母の政治的再浮上を抑制する意図が含まれていた。外交的にもカトリーヌの身分は依然として重要なカードであった。フランス南部では王太子シャルル、後のシャルル7世が自らの正当性を掲げて交戦を継続しており、カトリーヌの存在は和平、公選病派にとって交渉の焦点であり続けた。ブルゴーニュ公国やカスティーリャ王国も彼女の再婚先や政治的動向を注視し、王位継承をめぐる新たな均衡を探っていた。民衆の間ではイングランド王妃としてのカトリーヌに対する見方は二分された。ロンドン市民の一部はフランス王家出身の彼女を快く思わず、王妃が新たにイングランド貴族と再婚する可能性を裏切りとみなす声も上がっていた。一方で戦争未亡人としての悲哀に共感し、王国の平和と再建に貢献する存在として期待を寄せる人々もいた。世論は制度によって形成されるだけでなく、カトリーヌの人格と振る舞いによっても変化していった。関係者の評価も複雑である。摂政政府を主導したグロスター公ハンフリーは、彼女を宮廷から遠ざけることで安定を図ったが、カトリーヌとウェールズ人従者王エン・キューダーとの関係が浮上すると、王族内での不信感が高まった。その後の再婚疑惑とこの出生は、制度上も政治的にも王室の正当性に新たな波紋を投げかけることになる。現代の研究では、この未亡人期のカトリーヌを制度の狭間で抑圧された主体として再評価する動きがある。王妃としての形式的栄光と母、女性としての実人性との齟齬が近代的な歴史解釈においてジェンダー史の視点からも注目されている。彼女の存在がどのように制度化され、同時に制度の限界を示したのか。その問いは封建王政の構造的課題へと接続されている。第4章、秘密の再婚とキューダー朝の方が1430年代初頭、王妃カトリーヌ・ド・バロワの名は公の政治舞台から徐々に退いていったが、彼女の私生活は国家制度の深層に新たな裂け目を生むこととなった。その原因が王妃とされる立場の彼女がイングランド宮廷の帝位の従者オーエン・キューダーと非公式に再婚したとされる出来事である。この結婚は公式記録には残されておらず、証明可能な文書も乏しいが、後に複数の子が生まれた事実と彼らの政治的台頭によってその関係性は事実上認められるに至った。この再婚は法制度上極めてセンシティブな問題をはらんでいた。前章でも触れたように1430年に成立した法律では、王妃の再婚は国王と枢密院の承認を必要とすると定められていた。にもかかわらずカトリーヌはその手続きを経ることなく非公式に再婚し子を設けたとされる。これは制度への明白な挑戦であり、王室の規律を揺るがしかねない行為とみなされた。しかもその相手はウェールズ系の従者という身分的に大きく格下の人物であったため、王室内部ではこの結びつきが下賤な結合として強く忌避された。だがこの婚姻の背後にあったものは単なる情愛ではない。カトリーヌはヘンリー5世の死後、宮廷から政治的に隔絶される一方で、自らの子ヘンリー6世の将来に対する不安を抱えていた。オーエン・キューダーはその実務的能力と忠誠心で王妃の信頼を得ており、政治的意図を背景にした再婚であった可能性も否定できない。
つまりこの結婚は制度の網からこぼれ落ちた私的行為ではなく、むしろ制度の欠陥をついた戦略的対応だったとも考えられる。民衆の間ではこの再婚に関する情報は広く知られておらず、当時の記録にもその反応は限定的である。しかし後にテューダー家がイングランド王位に就くことで、民衆の間ではこの出自が再注目され、隠された正当性あるいは奇跡の系譜として伝説化されていく。再婚当時における王族の再婚規制は王位の血統純血を守るための制度的防波堤であったが、その制度が個人の行動によって実質的に無効化されたことは封建体制の内的脆弱性を浮き彫りにした。関係者の間では特に王族と摂政団の中でこの問題は緊張を呼んだ。グロスター公ハンフリーをはじめとする摂政たちは再婚による新たな子孫が王位継承に関わる事態を強く懸念していた。実際にカトリーヌとオーエンの間に生まれた息子エドマンド・テューダーは後に貴族として認められ、その息子がヘンリー・テューダー、すなわち後のイングランド王ヘンリー7世となる。これは制度上は排除されたはずの系譜が逆に王朝の新たな礎となった逆説的事例である。現代史学ではこの再婚は王妃の主体的選択として評価されつつあり、女性が制度と階級の縛りの中でどのように自己の位置を見出そうとしたかを示す貴重な事例とされている。封建社会において女性の政治性はしばしば婚姻を通じて行使された。カトリーヌの再婚はその最も劇的かつ長期的な影響を持った事例の一つと言えるだろう。第5章、カトリーヌの死と王朝交代の予兆。1437年、カトリーヌ・ド・バロワは36歳の若さでこの世を去った。死因は当時の記録では病とされているが、その詳細は明らかではない。王宮において彼女の晩年は静かで目立たぬものとされ、政治的舞台から遠ざかっていた。しかし彼女の死は決して単なる私的終焉ではなく、やがてイングランドの王朝を根本から変える波紋を含んでいた。というのも、彼女の再婚によって生まれた子孫たちが後にテューダー朝として歴史の表舞台に現れるからである。この時期、イングランドでは幼いヘンリー6世の治世が続いていたが、国政は摂政団の内部抗争と財政難に揺れ動いていた。100年戦争の戦費と国内不満が蓄積し、社会的には秩序が崩れつつあった。カトリーヌの死が公式に取り扱われた記録は極めて少なく、王妃としての死去にしては扱いが不自然なほど簡素であった。これは彼女の再婚が制度上問題視されていたこと、そしてその子孫の扱いをめぐって王族内に緊張があったことを示唆している。制度的に見ると、王妃の死は通常王室の財政、領地、後継者の権利に影響を与える。カトリーヌもまた夫ヘンリー5世から与えられた土地や年金を保持しており、それらの再分配が政治的な争点となった。特に彼女とオーエン・テューダーの子供たちにこれらの権利が継承されるかどうかが焦点となり、貴族間で議論が交わされた。これは当時の封建制度が血統と合法性をいかに厳密に結びつけていたかを物語っている。外交的にもカトリーヌの死は小さくない影響をもたらした。彼女が生きている間はフランス王家との形式的な絆を保持していたイングランド宮廷は、カトリーヌの死によってその正当性の拠り所を一部失った。王太子シャルルがフランス全土を回復しつつある状況下で、ヘンリー6世のフランス王位継承はますます空洞化していった。実際、1435年のアラスの和約により、ブルゴーニュ派がフランス王シャルル7世を支持したことで、トロワ条約体制は事実上崩壊していた。民衆にとってカトリーヌの死は表立った関心事ではなかった。だがその後の歴史を知る視点から見れば、彼女の死がもたらした制度的余波は明らかである。諸子とされたテューダー家の子供たちが王位に近づくことで、王位継承の観念が血統の純粋性から政治的正当性へと変容する兆しがこの時点ですでに見え始めていた。関係者の間では、オーエン・テューダーがカトリーヌの死後に逮捕・収監されていた事実も、制度の防衛意識がいかに強かったかを物語る。彼はその後釈放されたが、
カトリーヌとの関係が依然として政治的脅威とみなされていたことは間違いない。テューダー家の子供たちはしばらく宮廷の外で育てられたが、そのうちエドマンドとジャスパーはヘンリー6世によって貴族に除され、徐々に制度の内側へと引き戻されていく。現代の評価においては、カトリーヌの指導、その後の動向が王位継承における非制度的血統の力を浮き彫りにした転機として捉えられている。彼女の存在は血統、法、政治が交錯する地点にあり、王権の本質とは何かという問いを制度の根幹に投げかけた。その問いは後にバラ戦争を経てテューダー朝の成立という答えへと結晶していくことになる。第6章、テューダー家の台頭と後世への影響。カトリーヌ・ド・バロワの死後、彼女の存在は一時的に歴史の表層から姿を消した。しかしその子供たち、特にオーエン・テューダーとの間に生まれたエドマンド・テューダーとジャスパー・テューダーが、時を経てイングランド王権の中枢に接近していくことで、彼女の非制度的な再婚は逆説的に新王朝の礎となっていく。これは制度の外側で行われた行為が最終的に制度そのものを書き換える契機となった稀有な例である。時代はバラ戦争へと突入し、ランカスター家とヨーク家による王位継承戦争が激化する中で、カトリーヌの孫であるヘンリー・テューダー、後のヘンリー7世が頭角を現した。彼は母方を通じてランカスター家の血を引き、父方では王妃の系譜から生まれた人物であったが、制度上は主流に過ぎなかった。その彼がボズワースの戦いでリチャード3世を討ち、テューダー朝を創始するという劇的な逆転が生まれたのである。背景にはイングランド王位の正当性が血統的純粋性から軍事的勝利と政治的安定という現実主義的正当性へとシフトしていた時代状況がある。制度的には本来王位継承者は議会と貴族評議会の承認を受ける形で統一すべきとされていたが、戦争による制度疲労と王党の断絶がこの基準を曖昧にしていた。ヘンリー7世の即位は議会の承認によって後付け的に合法化されたものの、その出自には依然として議論の余地が残されたままだった。周辺諸国もこの変化に注目していた。特にフランスはかつての王女カトリーヌが英仏王位統合の鍵とされていた事実を思い出しつつ、彼女の孫がイングランドの実権を握ったことを外交的な転機と捉えた。スペインや神聖ローマ帝国もテューダー王朝の出現を冷静に観察しつつ、新興王朝との同盟関係を模索し始めた。民衆の間ではバラ戦争による長期の混乱が深く根を下ろしており、王朝の出自に対する執着よりも平和と安定への渇望が強まっていた。その意味でヘンリー7世の即位は血筋の正しさよりも国家の安定装置として広く受け入れられた面があった。庶民にとっては制度的に正当であるかどうかよりも、徴税や治安、食料供給の安定こそが現実の関心事だったのである。関係者の相互評価は複雑だった。ヨーク派の残党は当然反発したが、王族や大貴族の中には政争に疲れた末に新王朝への順応を選ぶ者も多かった。カトリーヌの息子たち、特にジャスパー・テューダーは王朝の創設において重要な役割を果たし、新王の側近として政権安定に貢献した。現代史学ではカトリーヌの再婚とその子孫の台頭を、制度から逸脱した女性の選択が後に制度そのものを書き換えた事例として高く評価している。特にジェンダー史や王権論の分野では、彼女の行動が女性の非公的権力行使の典型として取り上げられ、王権の正当性に関する通説を揺るがす要素として注目されている。テューダー朝の成立とは、まさにカトリーヌという一女性の選択が歴史構造の根幹を変えた結果であった。第7章、死後の評価と歴史記憶の再構築。カトリーヌ・ド・バロワの死後、彼女の名はしばらく公式記録や政治史の中で語られることはなかった。その理由は、彼女の人生そのものが制度からの逸脱と政治的曖昧性に満ちていたからである。王妃として王位継承を支えるはずの立場にありながら、制度外の再婚を行い、王党から外れた血統を残す、その行為は、
当時の王政構造において不都合な存在として歴史の影に押しやられる結果を招いた。しかし15世紀末、彼女の孫にあたるヘンリー7世がイングランド王位につき、テューダー朝を開くことで歴史の記憶は大きく塗り替えられる。新王朝にとって王党の正当性を補強するためには祖先の系譜の正当性が不可欠であり、結果としてカトリーヌは王朝の祖として再構築される対象となった。王室系図においても彼女の存在は改めて明示され、王妃かつ王母としての地位が強調されるようになったのである。この再評価には制度的な意味合いも含まれていた。中世においては王権は血統と真意の二本柱で支えられていたが、バラ戦争の混乱と制度疲労を経た後の時代には、政権の正当性は秩序の回復を可能にする系譜に置き換えられていた。カトリーヌの存在が制度の外にあったという事実は、逆に制度を超えて秩序をもたらす系譜の象徴として利用されたのである。周辺諸国にとってもカトリーヌの再評価は外交的意味を持っていた。特にフランス王国はかつての王女がイングランド新王朝の祖となったことに微妙な感情を抱きながらも、両国関係の再調整期にあってこの系譜を黙認する姿勢をとった。スペインやスコットランドもまた王族間の婚姻政策を通じてテューダー王朝と連携を図ろうとする中で、彼女の名を間接的に用いる形で関係性を演出した。民衆レベルではカトリーヌの物語は神話化されていく。特にエリザベス一世の治世においては、テューダー家の正当性を強調する文脈で王妃の真実の愛、制度を超えた母性の力として語られ、宮廷文学や劇作にその影響が見られるようになる。こうして彼女は政治的制度の外にいたにもかかわらず、王朝の象徴的基盤の一部へと組み込まれていった。関係者の視点から見れば、カトリーヌの再評価はまた別の意味も持っていた。特に王権を支える貴族や宗教指導者たちにとっては、制度の変化に伴い不都合な過去を新たに語り直す必要が生じた。その結果、彼女の再婚や出自を問題視する記録は次第に抑制され、代わって運命の王妃、王朝の母としての語りが前傾化していった。資料の取捨選択と再編集こそが歴史記憶の再構築のメカニズムであった。現代においてはカトリーヌ・ドバロワはジェンダー史、制度史の交差点に立つ重要な研究対象となっている。彼女の人生は王妃という制度的地位と母としての個人的選択、そしてそれが王朝という巨大な政治構造に与えた影響を同時に考察できる稀有な事例である。制度の制限を受けながら制度の未来を変える存在となった、その矛盾を内包したカトリーヌの奇跡は、歴史という営みの本質そのものを問い直す視点を私たちに提供してくれる。今回の動画は以上となります。カトリーヌ・ドバロワの生涯は、王女、王妃、そして再婚した未亡人としての存在を通じて、14から15世紀の王権、制度、外交の交差点を映し出す鏡のようなものでした。制度に縛られながらも制度を変化させる因子となった彼女の歩みは、血統と正当性がいかに柔軟かつ政治的に操作されるものであるかを明らかにします。そしてその人生は制度の外から歴史を変える主体としての女性の在り方をも示唆しているのです。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。